バンドメイドの皆さんに来てもらっております。ついにフルメンバーよろしくお願いします。昨日ね、皆さんの好きなそのなんかこう漫画とかアニメとか聞いたんですけど、ちなみに昨日のネタだけで多分1週間いけますね。そうですね、深く掘っていけばどんどんいけるっぽ。全然いけますよね。すごいですね、皆さん多趣味というかほんの一部分ですもんね。どうしたよくあるんですよ、ブラックトークのブラックホールって呼んでるんですけど、スッとこういつの間にやら。はい、バンドメイドの皆さん、本日も館内デビューへようこそ。メイド服をまとい世界征服を目標に掲げる女性5人組ロックバンド。バンドメイドは4枚目5枚目のシングル「グローリー」と「バブル」を同時リリース。本日は最近思わず笑ってしまったことをテーマにトークします。小鳩の滑舌の悪さ。滑舌がすごい悪いわけじゃないんですけど、全然感じないですけど、そうポッポポッポ言ってるから多分いい方ではあるんですけど、なんかポッポポッポ言ってたらいい方なんですよ。確かにポッポポッポもね、なかなかちょっと難しい。ポッポポッポみたいな。そうなんですけど、たまに結構なんだろう、すごいところ、どうでもいいところで喋れなくなる。日常会話で喋ってる最中に急に喋れなくなる瞬間があって、ちなみに滑舌といえばね、TVK のアナウンサーさんが俺があまり滑舌悪いんでちょっとこれを読んで鍛えろって言われたこうマニュアル本みたいなのがあるんですけど、これ読めます？全然難しそうぽ。新設診察室視察。はい。新設診察室視察。おっと最後ギリ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 。主者さん。そうそう。あとなんだっけな、なんか難しいのありましたよね。手術がどう？これ手術。それが難しい。主治医が手術し。主治医が手術し、手術室を退出。おお、全然ないです。普通にすごい。主治医が手術。でもその気持ちがわかりますか？シャンソン歌手とか言えます？その歌手。ジャズ歌手し。ジャズ歌手さん。ジャズ歌手シャンション。シンプルに間違えてる。シャンソン歌手。大丈夫ですか？ジャズ歌手、シャンション歌手。シャンソン。シャンソン。はい。シャンソン歌手。はい。なんで怒られるんですか？あなたのためを思って今出してるんですよ。これ。はい、ミサさん、すぐ何でも笑ってしまうので思い出せないって書いてます。そんなに笑うんですか？ツボが浅いんで基本的に。すぐ笑います。かなみさん、お給仕中の小鳩の変顔って言われます。はい。多い。めちゃくちゃ笑われてるぽ。なんかすごいこんなに可愛らしい感じなんですけど、変顔はすごく本気なんだよね。すごい。給仕中にするんです。でも見えないようにやってるんですよ。ドラムの前、あーちゃんのドラムの前にこうお客様の方にはこう見えないように。こうなんかギターとかをみんなでこう合わせてる感じで合わせながら変顔し。すごい。それがすごくてなんかやばーと思って笑っちゃう感じですそんね。なにやばいんですか？はい。ちょっと地上波だと載せられない感じです。お客さんに見せてないから。そう地上波で見せれない顔を私に見せてくるから、そのもうなんか。だって喜んでくれるとちょっと嬉しいんですよ。長いんですよ、それ変顔の期間が、もう時間が。なるほど。佐伯さん、小鳩がお菓子を差し出して食べるって言ってみたいなんですが、ペペルにしか聞こえなくてハッとなった。これ滑舌問題が絡む。それがまたその通りです。そうですよね。これ食べるって言いたかったんですぽ。なんかこれペペルって聞こえちゃったみたいで。なんかこれとかじゃなくて、なんか普通になんかポテチみたいなのを食べてて、こう差し出して何みたいなペペルって言って、
はってなって怖いってなって新しいね新しい言葉なのかっていうコバット的には食べるって言ったんだもん。でもなんかお互いはってなってはみたいになってなんでみたいななんでそんな顔されたんだろうポンみたいな。その時にあっちゃんが隣にいて「今ペペルって言ったよね」ねペペルって言ったよねみんな小松さんみんななんだろう笑われ。本人もまさか自分のことじゃないでしょうね。さすがにね。じゃあ小松さん、はいお給仕の曲中にギターテックがフレディ・マーキュリーの真似をしていた。今回のツアーをずっと去年2018年から今年の初めまで回ってたんですけど、その時に「チューズミー」っていう私たちの曲を一番最後から2曲目最後の前の曲でやるんですで普通に弾いてるじゃないですか。パッて金見のギターテックさんを見たらちょっといかつい感じの見た目の方なんですけど、フレディみたいなひげをつけて、なんて言ったらいいんだろう、マイクをショートのマイクをわざわざ用意してきてわざわざバンドメイドは使ってないんですもうそれだけどなぜかわざわざ用意してきて私たちに気づかれる気づかれない関係なく一人でチューズミーのイントロのところをずっとフレディ・マーキュリーの真似をしているっていうのを気づいた時に何やってるボンってなっちゃってその方的には楽しませたいみたいな。いや関係ない関係ないです関係ないんだ。全然関係ないですね。本来の仕事はあれですね、そのギターのチューニングとかしてる子いろいろ。そうですもちろんちゃんとそれをやってくれてずっとこうやってるわけじゃないですもんね。最後の2曲なんでもうやることがない終わってるのでそっかそっか。自由タイムだったら別にその方はお仕事は全部してくれてますもんサボってるわけじゃない。ちゃんとってるわけじゃないですもんそれも聞かないともうただの変わり者おかしいだろみたいなね。やることない上でやってるなんでその楽しみ方になったのかはちょっとわからないなるほど。そうですよね。フレディ好きなんじゃん好きなのかでも映画を公開し始めてからやり始め見ていいなっていう。自分もやりたくなっちゃったのかもボーカリストになりたくない。めっちゃ影響されてるその影響のされ方がちょっとおかしなと思う。